達也です。本日はユーロドルをテーマに相場観察していきたいと思います。はじめにこちら、週足になります。週足は今週スパイク買いで陽線引けとなりました。足元の相場では、こちらの10月1日中のスパイクロー、こちらがフェイクセットアップのサインを点灯、そして現在までの切り返しにつながっているわけになります。ですから、地合いとしては保ち合いになりますが、今週の相場は収束された GMMA の長期高及びボリンジャーバンドの基準線20週の移動平均線をすでにサポーティングゾーンとテストした上での上昇であったことから、原則的にこちらの10月1日週の安値を割り込むといったことは現時点で想定していないわけになります。これらを踏まえまして、本年1月のこちらのスパイク買い示しましたポイント、こちらが 1.10 の前半はボリンジャーバンドのちょうど2シグマ付近と合致されていることからもトライがあると見ています。一方で押しの参考としましてはやはり今週の安値、この付近が 1.07 の前半は次週以降で戻りがあったとしても市場得られやすいというふうに見ています。したがってユーロドルの今後の焦点としましては、今週のスパイク買いを早急に否定しつつレンジの上限に対する定着の有無であると考えています。続いて日足になります。ベアトレンドを形成し、ちょうど11月の初頭にかけてゴールデンクロスを試して、現在はブルートレンドへと差し掛かっているといった試合になります。底打ちのフォーメーションとしましては、こちら典型的であり、ダウ理論を用いて見ていきますと、10月24日の経線がスパイク買いを示して、反落、さらにこちらのメインの抵抗ゾーンを示しての反落、これはその時点において続落のサインだったわけですが、その後は継続的に安値を終えずに、このように下落のトライアングルを形成、さらに安値を切り上げ、元の抵抗ゾーン、こちらを、再度接近しブレイクすることによって、こちらの長大線が11月の14日、こういったものにつながっているわけですね。ですから11月29日のこちらのちょうど直近の最高値からの反落自体は、急騰前水準への一時的な調整と確認した上、今週の切り返しということになります。したがって今週高値を再度トライしブレイクしていくことによって GMMA の拡散、さらにブルートレンドの加速が今後見られやすいでしょう。最後にまとめになります。このように月足を見ていきますと、長期構造は依然としてベアトレンドであることがわかります。一方で本年7月のこちらのスパイク買いを素直に踏襲できずに、つまり続落ができずに、先月の相場ではむしろ陽線の切り返しがあり、再度 GMMA の長期高をトライしていることから、将来的にこちらのゴールデンクロス達成の蓋然性も視野に入れているわけになります。ただし条件としてドルの継続的な下落、そして来年度早急な上値トライ、こういったことは最低限必須と言えます。ですから私を含めスイングトレーダーさんはトレーディングを当面お休みすることがベストと考えています。時刻は12月の17日朝の6時前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。